この動画では襟足から派生させるヘアアレンジをロングヘアで4スタイル、ロブヘアで4スタイル紹介した後、チュッパチャップスを使ったハーフアップアレンジの全9アレンジを紹介しています。これから紹介するヘアアレンジはストレートヘアより巻き髪でアレンジした方が華やかに仕上がります。耳の高さより少し下の位置で分け目を作り、上段をゴムで結びます。下段の髪を左右に分け、上段の上で結びます。毛先を内側に通しましょう。軽く根元を締めてから上段のゴムを外します。今度はしっかり締めます。少量の紙を取り分け、ゴムの上に数回巻きつけてからゴムを結びます。これで1つ目のアレンジは完成です。2つ目のアレンジでは下ろしている紙を3等分にして三つ編みをします。前方に持ち替えて毛先まで編みましょう。毛先をゴムで結び、紙でゴムを隠します。これで2つ目のアレンジは完成です。3つ目のアレンジでは下ろしている紙で2つの三つ編みを作ります。ゴムで1つにまとめてからヘアピンで結合させます。ヘアピンを刺す際は横に刺してから2つの毛束を挟むように縦方向に差し替えます。このようにすると同じ三つ編みでも違った印象を楽しめます。これで3つ目のアレンジは完成です。4つ目のアレンジでは2つの三つ編みでアップアレンジを作ります。右側の毛束を左側に移動させ、毛先を内側に折りたたみ、ヘアピンを留めます。ヘアピンの留め方は個別の動画を参照ください。左側の毛束も同じポイントを意識して留めます。これで4つ目のアレンジは完成です。続いてロングボブのアレンジを紹介します。耳の高さより少し下の位置で分け目を作り、上段をゴムで結びます。下段の髪を左右に分け、上段の上で結びます。毛先を内側に通しましょう。内側のゴムを外し、根元を締めます。
表面の紙を少量下へずらすことで内側のゴムを隠すことが可能です。これで1つ目のアレンジは完成です。2つ目のアレンジではゴムを結び内側に折りたたみます。左右にヘアピンを刺して固定しましょう。これで2つ目のアレンジは完成です。3つ目のアレンジではツインテールを作ります。分け目はやや斜めにして取り分けましょう。上段をゴムで結び、毛束の裏側を左右に引いて根元を締めます。下段を縦半分にしてから上段の上で結びます。毛先を内側に入れて上段のゴムを外します。毛先まで三つ編みしましょう。毛先をアイロンで外羽に形付けます。反対側も同じようにアレンジしたら3つ目のアレンジは完成です。4つ目のアレンジではアップアレンジを作ります。左側の毛束をクリップで仮止めします。右側の毛束を左側に移動しヘアピンを留めます。落ちてこないよう中間部分にもヘアピンを刺します。クリップを外し左側の毛束をヘアピンで留めます。これで4つ目のアレンジは完成です。最後のアレンジを紹介します。こめかみより少し上の位置から後ろにかけて上部の紙を取り分けゴムを結びます。結んだゴムの上にスティックの部分を刺します。横の紙を1段ずつ交互に留めていきます。まとめる際は数回内側にねじっておくと後で引き出した際にアレンジしやすくなります。毛束をチュッパチャップスの上に乗せてからクリップで仮止めします。次は左側の紙をクロスします。2段目を終えたらゴムで1つに結びます。チュッパチャップスを外し微調整しましょう。これだけで完成しても大丈夫ですが、表面の紙を引き出すと華やかな印象になります。
以上で完成です。この動画があなたの役に立たなかった際はバッドボタンを、役に立った際はグッドボタンでお知らせください。